はい、どうもこんにちは、小太郎です。本日はですね、次回古戦場が非古戦場に決まったということで、ちょっと古戦場の属性発表から結構時間が経ってしまったんですが、非属性のガチ勢対談第1回目ということでやっていこうと思います。では、それではね、本日の対談相手は、去年の非古戦場の時にお世話になった、ダザネ羊さんに今回も来ていただきましたので、では本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また来ました。非属性ガチでやってます。よろしくお願いします。言わせてる感が。やってます。よろしくお願いします。あれですね、自分でガチでっていうのってすごい、なんか俺が言うのもなんなんですけど、めちゃめちゃ抵抗ありますよね。いや、そうなんですよ。なんか、この、なんだろうな、こう、自分強いですみたいなことをなんかすげえ自分で言うみたいな感じになっちゃって、なんかちょっと引け目を感じんだよな、なんか。まあ、でも、頑張ってるかな。うん。はい。ということでね、羊さんの、ストレス的な意味で、ちょっと毛根に効きそうな曲となっているんですが、はい、ハゲてねえけど、はい。じゃあ、ということで、次、非古戦場ということで、非古戦場の環境は、そんなに大きく変わってないといった印象なのかなっていう風な感じなんですけど、現段階のリアルな話とか、どういった武器が優先なのかとか、なんか軽い編成例とかを見つつ、なんかそういった非属性の話をできればいいなっていう風に思ってるので、じゃあなんかいろいろやっていきますか、今回も。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあこのガチ勢対談の時に毎回お決まりであるんですけど、一番最初にね、今回は武器とか召喚石についてなので、一番最初に、リミ武器何持ってるかと、あとその後になんか石油系の武器何持ってるかちょっと見せてもらえますか。はい、わかりました。じゃあまず、さて、こちらですね。リミ武器はズラーみたいなね。いやー、もう血と涙と、このね、いろんなものが詰まってんだ、これ。あれですね。非属性はね、とつらなきゃいけないものが多かったですからね、今まで。そう。サバ5本あるとか、やっぱ時代を感じるなってのがあるけど、いやー、本当に。はい。でもなんかもうちょっとで2ページ目いきそうな勢いということで。じゃあ次はですね、石油ルミナス見せてもらえますか。はい、こんな感じですね。はい。来た。前回から増えたのが、日暮らしですね。でも日暮らしはね、結構動画撮ってましたもんね。そう。高難度で、やっぱり特に天元とか無属性の、その多属性を使ってくるようなやつに風固定できるっていう時点で強いかな。やっぱ非属性って昔から高難度しんどかったんで、高難度を少しでも楽しみたいなと思って、思い切って撮りましたね、これは。なんか天元であんまり、動画を上げてる人が少なくて、なんかすごい寂しい思いをしたみたいな。そう。いや、俺、日暮らしの天元の動画上げてるの、俺一人なんだわってから、マジでね、寂しいなと思って。マジでオンリーワンでめちゃめちゃ寂しいなと思って。でもそんだけ持ってる人がいないんだろうなと思って。確かに。どうだろう、今となったら増えた人いるんかな。羊さんが上げた時はもう羊さん一人だったってことですよね。そう。でも今どうだろう、動画は増えてないんじゃないかな、多分。ただ、撮ってる人はちらほら見かけるから。で、撮ったらやっぱすげえ安定するとか、うわーすげえわ、これ別ゲーになったって言ってる人結構いた。でも動画出してよかったな、みたいな感じにはなったんかな、やっぱり。なるほどね。ただあれですね、なんか非属性のルミナスに関しては、ちょっと古戦場っていう観点で言うと、ちょっと本当に使うのかどうかちょっとわからんみたいなところがあるんで、ルミナスのところの話については、多分今回の、シーズンではやらないかもしれないですね。ただ、それ以外のね、理由武器とか、あとなんかいろいろ追加されてるものもあるんで、そういったところで興味深い話ができたらいいなっていうふうに思ってますので、じゃあ、対談に入っていきますか。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、まず一番最初にね、非属性のこれからアグニスに移行するとか、ヒマグナからアグニス編成に、移行するっていう風な人に向けて、どういった優先順位で、上石移行していったらいいのかっていう風なところをちょっと最初に聞いていこうと思います。はい。非属性も歴史が古いんで、もうすでになんか持ってるみたいなパターンもあると思うんですけど、一旦ゼロベースで本当に何も武器とつってないみたいな状況だとしたら、一からどういう風な優先順位で組み上げていくかっていう風な考え方でちょっと聞いてもいいですかね。はい、わかりました。そしたら、とりあえずまずね、やっぱり、この武器ですよね、移行するために必要なものは、やっぱパーシバルの剣、ロード・オブ・フレイムが欲しいかなって感じですね、やっぱ。結局、その別の属性においても、やっぱこのレゾネーター武器っていうのが、その属性の核になるっていうことが結構多くて、結構ほとんどで、それが。この武器、移行するには、やっぱりね、まずね、2本あった方がいいかなと思いますね。これまず2本あった方がいいかなと思います。パーケンに関しては2本あった方がいい。1本だとね、これ、スキルのね、この発動条件が4つ以上同じ武器を装備しなきゃいけないんで、パー剣以外に例えば違う剣を3本入れなきゃいけなくなっちゃうんですよね。そうなると結構しんどくなってくるんで、2本あれば、上限とか防御力、攻撃力、防御力も伸ばしつつ、
ある程度その無理なく編成に組み込めるってラインが2本かなって思ってますね、まず。なるほど。じゃあまず大抽選パーケンが、2本。ちょっとピックアップは終わっちゃったんですけど、一番はパーシバル自体がそもそも強いってのはあるんですけど、パーケンからまず非属性は入ろうってことですね。そうですね、やっぱ。で、その次に優先言えば、やっぱあれですかね、ミカオノですかね、ここは。やっぱね、ミカオノが2本あると助かるってことがやっぱ結構多いんですよ。やっぱり特にそのパーケンの縛りとかもあって、で、今メイン週末とか握ってるじゃないですか。そうするとこの画面見てもらえば分かると思うんですけど、パーケンのその武器の発動条件とか4種なんですけど、これ、剣入れても斧入れても両方発動できるんですよね。うん。で、プラス、そのミカオナが2本あれば火力の担保もできるっていう、週末との相性もいいですし、火力も担保できるっていう時点で、やっぱ火力を結構最大限出したいなっていうならミカオナが2本あると結構楽しいと思いますね、やっぱ。だから2本がおすすめかな、やっぱ。でもこれあれですね、週末天使と武器種が合ってるっていうところがあるんで、でもやっぱ、なんかこれ、あれかもしれないですね、なんか上市以降というか、なんかそもそも非属性強化する上でみたいな話にも関わってくるかもしれないですけど、やっぱこれの2本ずつが結構鉄板っちゃ鉄板ですね、やっぱり。そうだね。やっぱ結局ミカオナも突ることになるし、1本とかでもって感じだけど、でも2本突ることになるし、2本突ってあった方が編成の組みやすさはやっぱ結構跳ね上がるかなって感じかな、やっぱ。なんかこれあれですよね、去年は、ミカオの出たタイミングで羊さんと対談した時は、確かあれでしたよね。その、滅人剣とか使って、片面技巧確定で、クラフトでよだめを稼げれば、2本目のミカオの優先度を落としてもいいみたいな話を確かしたような気がするんですけど。そうね、現状やっぱ結構インフレが進んできてるってのもあるし、やっぱ、結構満足するために、やっぱ2本あるってのは悪くないと思います、僕は。やっぱあれですよね、片面編成とか最近多いですし。そう、片面がね、やっぱないと、結構、その前は両面とかも全然視野であって、前話した時は確か、そのルシとかがなかった時期とかだったから。なかったですね、あの時は。そう。だけど今は結構片面で何かをするっていうのが主流になっちゃってるから、2本あると助かるかなって感じかな。確かに片面技巧するとどうしても絶景今から作るかみたいな話も出てきますもんね。そうね、やっぱ絶景昔はフロートで両面みたいな感じだったけど、やっぱ今現状、前の古戦場とかでもやっぱフロートするにも片面みたいなことが多いから、なかなかやっぱ絶景と今からたくさん取るっていうのも結構ハードルが高いなとは思うんですよね、やっぱ。これさえあればとりあえずスターターはみたいな感じはありますね。これさえあればね、多少足りなくても割とどうとでもなるっていうのがあるから、そうだね、だから年末とかにガチャピン先生にお祈りするっていうのも全然ありかなと思います、僕は。仮にどっちか欠けてもどっちかの武器種で染められるから、ミカオのパーケンが仮に1本ずつだったとしても、これを目指していくみたいな感じでいけば、なんとかなりそうですね。そうですね、間違いないと思います。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ次なんですけど、僕はね、この戦場っていうのはやっぱ1本あった方がいい武器だと思うんですよ。特に僕とかクワトロさんが出した動画、95ヘルの動画とかってやっぱ戦場が1本入ってたし、やっぱ片面で例えば何かで片面で何かをするってなった時に渾身のやっぱね、パワーっていうのはどうしても1本あると助かることが結構多いんですよ。で、プラス僕が木で強パワの火掘りとかしてるんですけど、その時もやっぱね、戦場を1本入れてるんで、そうなってくるとね、やっぱ戦場1本あると、不安がないかなって感じですね。2本目は、状況によるけど、とりあえず1本あれば、なんか困ることが格段に減るんで、戦場1本あった方がいいですね。確かにあれですね、最近週末を渾身にする機会が少なくなりましたよね。そう。なんかやれ虚さだ、やれ誘惑だ、みたいな。そう。だから、結局、そうなってくると、やっぱ、何かしらの、やっぱ、武器編成でブーストになるものが欲しいっていうので、やっぱ渾身っていうのは、それが、割と最適解ではあるなって感じなんで、1本あるとね、マジで便利だと思います、この武器は。OK ですね。じゃあ、移行ラインとしては、この計5本ぐらい、5本って聞くと多いっちゃ多いけど、ミカオノとパーケン何本揃えられるか、プラス、戦場みたいな感じですかね。そうですね。この辺を目指して最初は組み上げていくのがいいっていう風な感じですね。そしたら。で、じゃあちなみに、例えばこの武器持ってるってなって、ここでじゃあ移行しましょうっていう風になった時に、じゃあなんか両面フロートとか、結構なんか使いやすい編成でっていう風になると思うんですけど、残りの3枠ってどういったものを埋めていきます？簡単に言うなら、誘惑を仮に使う時があったりする時とかは、ここで虚さと追撃枠がかかってるこのアスポンとか、で、パーケンの効果が発動しますよね。これ同じ武器種が4つだから。あとはここオメガオノにするのもありだし、今だったら今結構ホットな滅人剣とか
がいいですね。やっぱ滅人剣のリビルド化した滅人剣になるとやっぱ火力がかなり担保できるんで。おお、強っ。めっちゃそうですね、これめちゃくちゃあった今。そうってなるともうなんかこの空いてる枠も本当に滅人剣とかでもいいぐらい。うん、まあ滅人剣でも全然いいですし、あとはね、このやっぱ片面で何かをするってなった時とかに、やっぱね、非属性って割と連撃全容確定 TA にしたりする時にすごく苦慮したりすることが多いんですよ。例えば、そうですね、石飛場を仮に打ったとしても、その足りない分がどうしても出てきちゃうっていう、連撃率で足りない部分が出てきちゃうって時があるんですけど、そこでこの当てなやりとかがあると、TA をガンと漏れて、全容確定 TA にしたりとかできたりするんで、片面でね、何かをするって時に、割とこの当てなやりって結構人気になることが多いんで、僕はね、当てなやり1本はこの作っとくとかそういうのをおすすめしてますね、やっぱ。はい。では、移行基準のところについて、ちょっと詳しくお話しいただいたので、じゃあ次にね、ちょっと無課金武器で非属性で集めておいた方がいい武器っていう風なところについて聞いていこうと思います。はい。で、ちょっとさっきね、その当てなやりに関しては、ちょっと軽く喋ってもらったんで、じゃあ当てなやり以外のところでちょっと聞いていきますか。うん、まあやっぱり、どの属性でもそうですけど、礎武器っていうのはね、やっぱあった方がいいことっていうのが結構多いんですよね。だから僕はね、礎武器をもちろんこれ無課金で取れる武器だし、やっぱ優先していきたいなって思うんですよね。ただ準備期間がすごい短いっていうのもあって、どちらか1個しか用意できねえっていう人だったら、優先度的には僕は3刀の方が割と高いかなって思ってます。おー、なるほど。なんか3刀の方がいい理由とかあったりするんですかね。僕ですね、ヒ掘りとかをしてるんですけど、ヒ掘りとかしてるときにグローリーとかで掘ったりしてるんですけど、その時にこの武器っていうのが、1指でバフを盛りつつ、再行動とかして、なんていうんですかね、短距離戦で、強バハとかの短距離戦で、この武器がメインで握ってるっていうパターンが多くて、逆に、この武器は、キス・オブ・ザ・デビルっていうのは、非属性でレスラーで何かをするっていうことが、現状まだそこまでないから、どっちの優先度高いかって言ったら、まだこっちがやっぱ汎用性が高いかなとは思いますね。やっぱ、ジョブとかで握ったりする機会が多いんで。ちなみに、礎武器の優先度についてなんですけど、アラナン間に合わなくてフラウ採集できる前提とかでだとどうなっちゃいます？難しいな、それ。いや、フラウは、やっぱ最終して僕4アピも取ってるんですけど、やっぱ癖があるというか、フラウが好きっていうなら全然いいと思うんですけど、逆にその武器だけを見た時っていうのは、領域解放したフラウがいれば、そこまで困んないんじゃないかなとは思うんですね。領域解放さえできれば、フラウがその奥義打った時に、その3アピが返ってきて回復できるっていうのもあるけど、でもなんかアラナンが最終来るかもしれなかったらよかったんですけど、来るか来ないかもよくわかんないんで、そうだね、領域解放ぐらいでいいんじゃねえかなと正直思っちゃってる部分があるかな、俺は。現状の俺も5突してフラウンの4アビと最終もしてるけど、特に混合賞とかそういう重たいものがあるって中で、やっぱリターンが少ないっていう面を考えると、ただフラウの領域解放は悪くないんですよ。裏から出した時にその回復してくれるってなって、特に耐久で振ろうとするって面には使う可能性もあるんで、そうなった時にフラウの最終は僕はフラウ好きですけど、絶対しなきゃいけないかって言ったらそういうわけではないよってことを言っときたいですね。4アビとかですね。そうですね、4アビとか、そうですね。アビ性のアップもあるけど、最終、することによって、うおー強えとか、うおーこのキャラめちゃくちゃ必須だみたいな性能になるかって言ったらそういうわけではないかなって感じですね。僕もクオン上げてっから言いたくねえんだけど、なんかでもね、言わなきゃいけねえから、やっぱそこは。ごとするとダメージ上限 5% がつくんで、やっぱ武器枠が圧縮できるって面があって、で、ただでさえ今結構武器がガチガチなのに、どうせならそれで圧縮するなら使う方をとつりたいじゃないですか、やっぱ。そうなってくると、このグローリーとかで握ってる、3刀、この握る機会、メインとか握ったりする機会が多い方を先にご突しとくのが無駄がないかなって思いますね。逆にデビルとかだと結構サブ置きとか、EX2 編成のところでサブ置きとかする機会の方が多いんで、だったらこっちの方がいいかなって思いますね。なるほど。なんか武器単品で見たときは、でもデビルの拳は自分はあんま全然使ってないんで。そうなんよね。だから使わないんだよね、本当に。本当なんかあるから入れるみたいな。そう。困った時に入れときゃいいけど、でも必須ではないよねっていう。ただ結局強化するためには礎武器が仮に弱くても突するみたいな方向には絶対行くから、やっぱり。だから、だったら握る機会があって武器枠圧縮できる部分に無駄がないって
っていう時点で3刀の方かなって言ってます。僕はね、それね、その非属性の10秒でその130万ぐらい稼げるグローリードが出してるんで、もしよかったらね、それ概要欄から見てみてください。なんか手動するのか振ろうとする、まあキャラをどうするか、なんかあれですよね、アラが来るかどうかわかんないみたいなところもあるんで、まあ一旦なんかキャラ性能とかそういうところ一旦置いといて、まあ、武器としてみたいな感じで見ると、そんな感じってことですね。はい。ありがとうございます。じゃあ次行きますか。まあ問題のね、問題児、非属性の。そうね、問題児だね。別人権の攻撃リビルド。まあやっぱりね、どの属性でもやっぱもうこの攻撃リビルドのこの覚醒ボーナスがめちゃめちゃ強いっていうのがあって、これもその例に漏れず非属性もそうでね、やっぱ特に滅人権もやっぱ後陣もついてたりして、で特に剣っていうのも偉くて、なんかとりあえずやっぱ火力担保するためにこの武器はねあった方がいいんですよね。特にでも期間が短いから人によっては本数は変わるだろうけど、1本もあった方がいいですね。間違いなくこの攻撃覚醒リビルドの武器ってのは1本あった方が僕はいいと思います。これはちなみにひついさん何本作るんですか、攻撃リビルド。一応攻撃リビルド2の防御リビルド2がで滅人弓のリビルドも2作れてるんで、とりあえずあとは弓の特殊を1本作ったら打ち止めかなって感じかな。ああ、なるほど。そうですね。じゃあちょっとその辺のどう滅人権を採用していくかみたいなところはちょっと、後々なんかその編成例みたいなところも見せてもらうと思うんで、そこでちょっと話していきますか。で、あと防御滅人権を入れてって感じですね。そうですね。あとはそうですね。この防御滅人権っていうのも、これ覚醒はしなくていいんで、とりあえず、その古戦場でフルオートとか、そういうことを考えたりしてるなら、間違いなくこれは1本あった方がいいと思います。堅守があるっていうのがやっぱ強くて、特にフロート目的とかになると、最近やっぱ敵と火力もインフレしてるから、150、200で生き残るためっていうのは、やっぱ堅守あってこういう防御が漏れて、一つの武器で2つの役を果たせるっていう武器っていうのはすごく重要なんですよね。やっぱこういう風に。だから、この武器。これは本当にマグナ、アグニス問わずにやっぱ1本防御タイプあると、結構安定性っていうのは変わると思うんで、作っといた方がいいと思いますね。じゃあ次、あれですね、滅人権の次が、ドラゴニックウェポンですかね。そうですね。この武器、ご突すると終末と併用ができるって時点で、やっぱりその活属性経験をつけられたりして、生存力が格段に上がるっていうのと、やっぱりね、ドラゴニックウェポンが実装された時にメイン持ちしてる人が多くて、それはなんでかって言ったらやっぱ奥義効果がめちゃくちゃ優秀だったんですよね。全体に幻影効果つけて、ね、弱体無効もついて再生効果もつくってなった時点で、例えばやっぱランバー、極地が来たランバーとかでこれを持ったりするとやっぱ生存力が格段に上がると思うんですよね。だからもしやっぱ天元をクリアするっていうのは結構ハードル高いですけど、やっぱ作れるならこの武器は作っといた方が多分パーティーの安定性っていうのは格段に増すと思います。はい、ありがとうございます。無課金武器はこんなところだと思うんですけど、筆滅球どうですか？筆滅球はね、割とでも今結構なんかみんなそこら辺を開拓してる部分があって、僕は2本、作ったんですけどね。ただやっぱその95の動画出した、95限定なんですけど、これは95の時はやっぱその火力が下がっちゃったりとか、よだめつ火力が下がっちゃったりしたんで、95は使わないかもしれないですけど、ただこの武器っていうのはね、1本入れると、ここのね、1本入れると、本来この通常上限の 10% で打ち止める分は 15% まで上がるんですよね。上限を上げられるっていう部分があって、上限目的でプラスバフとかがあれば、上限を叩ければ、要するにそのダメ上限が上がってくる、全体的なダメージも伸びるんで、仮にその新しく実装されたキャラでバフをめっちゃ負けるみたいなキャラクターが来たら、途端にこの武器を使うって時があるかもしれないんで、優先的にはね、剣の方が高いと思うんですけど、滅人弓もね、古戦場で上位を狙うみたいな人っていうので、不安をなくしたいっていう人は、やっぱり滅人弓はね、あった方がいいと思います。自分もね、配信で筆滅球とかちょいちょい試してはいるんですけど、難しいですね。そう。難しい。必須かと言われるとすごく怪しいけど可能性はすごく感じるっていう。そう、だからそこがね、明言できない状況で今、いやなんかワンチャンあんじゃねえかみたいな感じの状況だから、特に非属性めっちゃやってるみたいな人だと、やっぱ作んなくていいって言えるかって言えない武器みたいな感じで、可能性も感じるから、すげえ絶妙に微妙なラインなんですよね、これが。だから作るなら、古戦場で不安をなくした人は間違いなく作った方がいいなとは思います。これは作れるなら作っといた方がいいなと思います。そうですね。でもなんかこれなんかいろんな人も言ってるかもしれないですけど、一旦素材だけ集めておいて後出しじゃんけんしようかみたいなのはよく聞きますね、これね。そうね。俺らみたいなね、俺らみたいに生き急がなきゃいけない人はもう行くしかないんですけど
で2人で人柱になろうっつってやってたけどそうそう、なんか、筆滅級は、なんか、片面ロシ用意できなくて、なんか両面アグニスするみたいになった時に防御タイプ入るとかなんかわけわからん選択肢とかもありそうなんですけど、まあ一旦なんか、その、いやでも防御タイプ、人権の防御タイプも強いからな、剣士あるから。まあでもとりあえず無限の素材がすごい要求されるんで、まあ、まだ古戦場まであと数週間時間があるんで、まあ可能な限りやっておいた方がいいですかね。やっぱ無限の素材に関しては。あとはね、この筆滅球に滅人剣に関しては、防御はね、15まででいいっす。これね、20までの伸び幅っていうのが、やっぱすごい小さいんで、やっぱ素材もたくさん必要になってくるってなると、やっぱ15が一番コスパがいいんでね、防御に関しては15に止めとくのがいいと思います。はい。大事なことですね、これはマジで。よし、じゃあこんな感じですね。はい。はい。ではですね、まあ、無課金武器とか移行ラインっていう風なところを聞いてきたので、じゃあ次にね、まあ、実際の最終的なゴール地点、理想編成についてちょっと話を聞いていこうと思います。今もう早速見せてもらってるんですけど、これが、想定としてはどの編成になりますか？想定としては150なんですよ、この編成っていうのは。150で、手動ですかね？そう、手動ですね。手動ですね。で、バブ芝の編成で手動で、滅人剣が2本入ってるって感じですね。なるほど。もうあれですね、戦場じゃないんだみたいに驚いた人もいそうな感じですけど。そうなんですよ。それがね、なんで戦場じゃねえんかっていうと、やっぱね、ここにね、この子がいるんですよ。出たー。そう、これね。こう HP がガクッと下がるから 25% 消費しちゃうって部分があるんですよね。なんで戦場じゃねえのかっていうと、例えば今こうなってバブ芝の編成になってるじゃないですか。今 HP が、こう75にしとこうかな。75にしといて、約136万、こんくらいなんですよね。で、ここは仮に、例えばサバ2本に入れ替えてみましょう。そしたら。今、このフレンドの部分を、この戦場入れたんだアグニスにして、で、HP の量も、このマックスにしたんですよね。でそしてこのよだめ見るとそんな変わんないんですよ。でプラス水蹴る打つと戦場のやっぱ水場渾身なんで弱体化するんで、どうしてもそしたら滅人剣の方に軍配が上がるんですよね。これ HP がちなみに下げると予測ダメージどうなります？ 75% ですよね。はい。本当に誤差になっちゃうんですよね。これで戦場を滅人剣に戻すと予測どのぐらいでしたっけ？上がるね。おお、上がるね。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 やっぱだから滅人剣の方がいいんじゃねえかっていう見解になってますね。まあでもこれ自分の中にライブで似たようなことを試してちょっとこんな感じじゃねえかなみたいなことはしてたんですけど、やっぱ予測ダメージで見てもやっぱケルベロスが結構あれですね、キーポイントですね、かなり。そうね、ケルベロスを召喚すんなら滅人剣の方がいいよ。しかもフレンド芝使えますもんね。アグニスだと使えないから。そうフレンド芝でバブ芝でやるってなった時に、まあこれがいいんじゃねえかなって思いますよね。まあでもなんかさっきの紹介出てなかったですけど、まあこの辺で、まあこの邪悪の残り 5% 分みたいなところで、まあ、ベネディアだったり礎武器が入るみたいな感じなんですかね。そうね。やっぱベネディアは攻撃覚醒って後陣3がついててプラス攻撃覚醒もついてるから、割とこういう時にね、本当に火力担保する時に助かったりする武器なんですよね。まあでもなんか新時代ですね。もう今のテンプレがまあ両面属性だとしたら、まあこんな感じと。びっくりしたもん。っつって150で戦場入んねえのと思ってっと思って嘘だろと思って、俺5本とつってんのにと思って1本も入んないのっていやでもなんか俺もなんかつい先日までは150ヘルぐらいまでは片目アグニスでやるだろうなと思ったんですよ、自分も。いや、水にケルベロスの存在完全に忘れてましたよね。いやー、そうね。これで HP 削ると。まあ、あくまで最速ムーブを求めるならの話なんで、なんかポーション飲んでる暇とか、そういうのもあんまりないでしょうし、まあ、なんならね、その片目アグニスにして、ケルベロス打っても、そのポーション飲むとかだったら、まあ、全然違う結果になるかもしれないですけど、150に関してはこういう変遷ことあるかなって感じかな、やっぱ。ただまあサバは1本あった方がいいってのは、まあそこも結構間違いないかなって自分では思ってるんで、まあ1本はあってもいいけど、150ではまあ出番が減っちゃうかなって感じ。まあどっちに転ぶか現状わかんないって感じですね。この攻撃リビルド滅人剣が覇権を握る可能性も全然ありそうなんで、いやー難しいところだな。まあでも理想編成の話を言うと、まあこんな感じ。まあでこれがあれですよね。
きっとダンバフで上限が出るみたいになったら滅人剣が筆滅球になったりとか。そう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 。そこで上限が叩ける、要はキャラクターが来たりとか、状況が整ってんなら滅人弓の方がいいってなるし、まあ、滅人弓は攻撃の滅人弓入れた方がいいよってなると思いますね。うん、使い分けみたいな。で、なんか逆にパーケンが3本ないみたいな状態だとして、まあ、パーケンが2本でやるみたいになっても、その空き枠に入んでもこれひょっとして滅人剣だったりしません？そう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 。だからね、それもあるから、やっぱ滅人剣の武器っていうのはやっぱね、まあ、欠損があるほど求められるものは増えるけど、とりあえず、やっぱね、まあ、理想を求めるなら2本は作っといた方がいいって感じですかね、やっぱり。まあ、2本以上。まあ、足りなければ足りないほど滅人剣に頼ることになるみたいな。そう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 、そうなるから、やっぱ、滅人剣は現状かなり強いなっていうのが考えですね。はい。じゃあ、手動編成について聞いてきたので、次はなんか、フルオートですね。じゃあ、まず一番最初に片面ルシのフルオート編成をちょっと見せてもらおうと思うんですけど、まあ、こんな感じと。そうですね。こんな感じですね。まあ、今はメインで週末握ってるんですけど、まあ、去年もね、なんか200、150かな、そこら辺のフルオートっていうのはバイキングであったっていうので、一応メインで週末握りつつ、プラス片面ルシで片面の火力を担保するためにさっき話した戦場。プラス、まあ、ダメージ上限を上げられつつ、プラス、その HP ももらえる礎武器っていうのがやっぱ優秀なんで、ここに、まあ、礎武器1本入れると。で、ここに、やっぱ剣士と、まあ、防御、滅人剣を入れておくと HP もさらに増すことができるし、仮に、ここを入れなくても HP が担保されてるっていうのは攻撃目的の滅人剣を入れておくともいいと思います。なるほど。ちなみにこれ片面ルシでフレアグニスだと思うんですけど、HP って今どんな感じですかね？まあこんな感じですね。その6万、はい、クオンが入ってから防御タイプとか、今ここ防御タイプとかになってないんで、まあ仮に防御タイプとかになるならメデューサが今防御タイプなんで、まあ多分7万5千ぐらいにはいくんじゃないかなと思ってます。全体的に。なるほど。まあいい感じですね。まあこんぐらいあれば200よりも視野みたいな。まあだから、まあ大体こんな感じなんじゃないかなと思います。ここで。全員防御タイプにすれば、ある程度防御も問題ないんじゃないかなっていう状況になるんじゃないかなと思います。はい。まあってなると、まあさっき入ってた多分なんか別人権のところが、敵に合わせて拡張枠というか、まああれですもんね、これなんか週末最近虚差使うことが多いんで、あれなんですけど、まあ虚差じゃなくて渾身とか誘惑で使う場合はアスポンとかも入れないといけないですもんね。そうね。それもあるし、逆に、まあもうちょっと防御盛りたいよって時は礎外して滅人剣の防御もう一本入れるとかね、そういう選択肢もあると思うから、まあいろいろ、結構そこの礎のところと滅人剣のところは割と敵に合わせて臨機応変に変えるみたいな感じの編成かな、これはフロートだったら。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、先ほど片面ルシ見せていただいたんで、次は両面アグニスですね。両面アグニスのフロートがこんな感じと。そうですね。やっぱ両面だと、やっぱ絶剣というか、クリティカルを盛りつつ連撃を確保できる絶剣があったりとか、やっぱここら辺までやっぱ火力担保と、やっぱパーケンの防御とか攻撃で、またそこも耐久性もあって大事なことですし、とりあえず虚差にしたい場合とか考慮してアスポンとかを入れてるって感じですかね。仮になんかこの虚差を使うフロートムーブとかがあったら、ここら辺は自由拡張枠で、まあ、滅人の防御とか入れとくのがいいかもしれないですね。そしたら。なるほど。遊びがないですね。そう。いや、マジでね、両面は、埋まっちゃうからね、本当に。9枠埋まっちゃうから、そうなると。そうなんだ。さっき片面のやってた時2枠ぐらい自由枠あったけど、こっち全然遊べないですね、今度。そう、こっちはね、全然遊べないっていうのがあって、両面って苦しいんですよ。やっぱめっちゃやって苦しくて。昔はね、両面あんな強かったのに、今は両面結構ね、フロートでもやっぱ片面ルシとかそういうことが増えてきてるから、まあでもこんな感じの変遷なんじゃないかなとは思ってますね。週末が多分渾身とかにして、で、まあアスポン使ってって連撃、てか追撃ちょっと入れてみたいな感じにするのが、まあ理想かなって感じですね、多分。ちなみにこれ HP どのぐらいありますかね？まあ今、このパークとかも連撃タイプにしてるんで、まあメディが防御タイプなんで、大体ここら辺に落ち着くかなって感じですね。で、クオンが入ってるんで、まあ大体全員7万5千ぐらいになるんじゃないかなとは思ってますね。なるほど。ちょうどいいですね。でも HP 体としては。まあ、手動フロートみたいなところちょっと通して見せてもらったんですけど、片面ルシ用意できたら絶剣は結構優先度下がったりするんですかね、これ。そうだね。やっぱ現状やっぱ片面ルシがやっぱフルオートでも強すぎるっていうのがあるから、そうね、片面ルシ用意できたら絶剣はちょっと下がるかもしれないですね。やっぱあとはやっぱ HP もらうことも結構大事になってくるんで、片面ルシとはいえど。だそうなってくると絶剣が入る余地がなくなっちゃうんだよなってのがあって。去年、絶剣を3本入れて、片面技巧を確認するみたいな編成あったじゃないですか。
はい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 。でもなんかあれも実際に自分古戦場で戦場編成とかの殴り分けてたんですけど、やっぱなんか単純火力は片面の時は戦場の方が強くて、ゼッケンはなんか連撃率を確保したい時はゼッケン3本で片面に合格するみたいな感じだったんですよ。まあこれフロートじゃなくて手動の話なんですけど、芝召喚で TA 確定とかなんかそういうのが盛り込まれたりもしてるんで、ゼッケンちょっと正直かなり使いどころ難しいなとも個人的には思ってたんですよね。やっぱなんかその自由枠3本がゼッケンで埋まると邪枠の 5% とかもなくなっちゃいますもんね。あれでしたっけ、ゼッケン悪滅でいけるんでしたっけ、技巧角って片面。そう、技巧角はゼッケン悪滅でいきますね。ね。はい。はい。そうするとクリティカル 100% にはなってますね。まあ、なんか一応でもなんかあれですね、多様性はあるというか、ギリギリ残ってるみたいな感じが、ギリギリだよ上限 5% 生かしつつ技巧を隠しつつみたいな。これあれですもんね、さっきの両面編成でもゼッケンのところ悪滅にすれば技巧確定にできますもんね。その割と悪滅、ゼッケン2本目ないよって人は悪滅を代わりに入れるっていうのはありだと思いますね。まあやっぱこれが攻撃覚醒っていうのはやっぱ偉いから、前はその後陣がないのが結構ネックだったけど、今後陣もつけられて上限も漏れるみたいな状況になってるんで、いいこのスポット入る、欠損してる人のところでスポット入る武器としては結構これ優秀なんですよ。あとあれですね、そのベネディアもし持ってない人とかに関しては一勢武器で代用するとかっていうところもそうなんですけど、まあとりあえずパーケンミカオのさえあれば、それ以外のところはまあ手持ちに応じて調整みたいな感じになっちゃうんですかね、多分本当に。とりあえずまあパーケンとミカオのやっぱそのさっき言ったみたいにその優先しつつ、足りない部分をなんかその特にフロートとかになってきたら、例えば耐久力重視して滅人権で埋めるとか、自分が足りないものをなんとかその無課金武器とか自分が持ってるリリ武器とかで工夫して使っていくっていうのは結構そこの臨機応変さっていうのは大事だと思います。まあという感じであれですね。まあなんかこれは一応なんか理想も理想の話なんで、まあもちろんパーケン3本ないよとか、まあひょっとしたらミカオの1本しかないよみたいな人もいるかもしれないんですけど、まあそういった人は、さっき言ってたその無課金武器のその優先度高めな武器とかを集めて、まああとはあれですね、倉庫の奥にひょっとしたら埃をかぶった悪滅が1本震えて待ってるかもしれないんでまあね割とねこのそう刑事武器っていうのは意外とその非属性や刑事武器に関してはまあ悪くはないかなって感じです。結構ね困った時に入れたりすると助かるところもあったりするから、まあなんか全部を3本とか2本とかフルで揃えるというよりかは、なんか1本ずつなんかその辺とつっていってつなぎ合わせると意外となんとかなったりみたいなパターンもありそうなんで、結構面白そうですね、この辺は。そう理想は大事だけど理想に固執しすぎるとまたその良くないから、そこら辺をなんかね欠損部分をなんかこう補うっていうのもこのグラブルの醍醐味だからね、そこを頭の片隅にみんなも入れとくといいと思います。僕も足りない時とか結構工夫するんでやっぱ。まあそれこそあれですね、さっきの攻撃滅人権の時に冒頭でちょっと話したところにも繋がるんですけど、もしミカオの1本しかないとかってなったら、まあ、滅人権となんか技巧武器入れて確定技巧にするとクラフト分でよだめを稼げるとか、そうそこら辺の補いつつプラス滅人権入れることによって防御とか HP も漏れるっていう部分もあるから、割とね欠損もね悪いことばかりじゃなくていい方向に働くこともあるから、まあそこら辺をみんないろいろ幅広く考えていきましょう。ちょいちょい何か考えるたびに滅人権が顔を出してきそうな気がするんですけど。いやそうなんだよなマジで。あいつ何なんだマジで本当あいつ何なんだマジで本当に出てくるんだよなチラチラ。振ろうとしてでも手動してでも常にこっち見てるからな。そうマジでレバンスに振り回されてっから今回の戦場準備あーって感じでね本当。じゃあ最後に、召喚石についてですね。じゃあまあここから非属性の召喚石についてなんかいろいろちょっと話を聞いていこうと思うんですが、まあでもなんかそもそも大前提みたいなところはやっぱちょっとあると思ってて、まあやっぱりあれですね、非属性やる上でアグニスを取っておかないといけないとか、あとはバブとベリアルとかですかね。なんか無条件でどの編成にでもほぼほぼ入ってくるみたいな石に関しては、まあ今回省いて、まあその、まあ必須級とかも人権級のもの以外のところで、まあこれが優先だよねみたいな順番で聞いていけたらなというふうに思ってるので、じゃあそんな感じで聞いていこうと思います。まずやっぱミカエルかなって感じですね。やっぱこの石っていうのは4突すれば上限が 15% 上がるって時点で、やっぱそのタイムの短縮とか、例えばその手動で何かをするって時も、この石が突の状況によって届くそのターン締めが一旦余計にかかるかかからないかって部分も出てきちゃうから、やっぱこれが一番
結構重要な石なんじゃないかなって思いますね。まあでもここに関してはもうなんか何も異論はないですね、本当に。やっぱ上限は偉大。そう、上限は偉大、本当に偉大。マジで偉大。そしたら次はね、やっぱ手動で、この石っていうのは結構強いですね。水着ケルベロス。出た、最強。今年出た最強石候補。そう。やっぱね、この石が、やっぱ追撃巻きつつ、普通の、やっぱアルテミスとかそういう系の追撃石とかだと1ターンなんですけど、これ3ターンこれ続くんで、この追撃が。だからめちゃくちゃ強いなって思うんですよね、これ。強化版マダイって言われてますよ。特に手動やる人っていうのは、まあ、この石はね、あった方がいいっすね、やっぱ。あった方がいいっていうのもなかなか難しいけどね、これ季節限定したから。ただ、とつる価値は全然あるんじゃないかなと僕は思います。とつってるだけで持ってる効果偉いですよね、これ。偉い。本当に偉い。なんかよくわからんけど持ってるだけで逆境美しい。特に去年の古戦場とかって、その、カインを裏に置物にしとく人結構多くて、それがなぜかって言ったらディスペルガードだったんですよ。だから、ディスペルガードっていう結構彦戦場で去年と前回は大事だったので、まあ、ディスペルガードつくっていうのも結構でかいですね、やっぱ。追撃ついてディスペルガードついて、ね、めちゃめちゃ偉いなと思います、この石は。まあこれちょっとあれですね、非属性マンであればぜひ持っておきたい石筆頭ですかね、これは。入手難易度は高いけど。そうね、持っときたいかな。そしたら次は、まあ代表的なもので、ウィルナスですね。まあ6竜は強いですからね。それやっぱりね、特にこのカゴが 40% 上がるっていう部分がやっぱ強いですよね。例えばクリティカルを確定にするとか、そういう時とかでも、やっぱこの石あると、その武器枠を1本、この自由枠が増えたりとかすることもあるんで、やっぱクリティカルを確定にできたりとかするときに。だからそうなってくると、この石あると、やっぱできることの幅が広がってくるかなと僕は思いますね。単純にあとはその渾身とか HP のカゴ量とかも増えるんで、まあ、生存力にも直結する、火力にも直結するんでね、やっぱ、まあ、おすすめですね。やっぱとつっとくのは。まあということでね、まあ非属性は結構なんか武器も恵まれてて強いんで、まあ、やっぱりなんか増幅できるっていう風なところも含めて、やっぱウィルナス価値は結構高いですね、非属性は。そうですね、高いですね。やっぱ高いと思います。そしたら、まあ、4つ目なんですけど、やっぱね、ヤチマ使うムーブが結構多いんですよ。ヤチマ。まあでもこれをね、その、なんつうんだろうな、引けとか、こう取れみたいなこと言うのなかなか難しいけど、やっぱこの石ってね、結構最適解というか、最速の編成を使うときとかにやっぱヤチマメインにしたりしてたんで、あった方がいいよっていうのもやっぱ心苦しいんですけど、やっぱサップ化なんで。だけど、あった方がいいかなと思います、この石は。ヤチマは手動で主に使うみたいなところのイメージが結構やっぱ強いと思うんですけど、まあ、でも現状自分あれですね、短期のフロートとかは、ヤチマメインでフロートするとかも全然現状自分パターンとしてあるんで、ちょっとあれですね、その人によっては、そのフロート編成でもヤチマを使うかもしれないっていう風なところは、頭に入れてもらった方がいいかもしれないです、これ。なんか非属性あれですよね、なんかさっきの水にキルベースとかもそうなんですけど、酸とかもいて、その結構その石が強いんで、巻き込みがいがあるというか。そう。いや、マジでね、その、このヤチマの効果と噛み合う石っていうのが結構多いから、その、95とかの編成でも、そのヤチマ使って、そのサブに強い石置いといてってやったりとか、あと僕は普段してるヒヒ掘りとかでもメインヤチマとかで殴ったりしてるんで、いや、まあそうなんですよね、本当に。なんか巻き込みがいがある石が多いんだよな、本当に属性が。属性強いですよね、本当に。マジで強い、本当。次は石飛ばですね。やっぱ、この石は、まあ一旦なんですけど、追撃負けるっていうのと、やっぱね、DATA が上がるんですよ。この石って召喚すると、3突してるとね。95とかで、やっぱ全員を確定 TA とかにするときとかに、この石あるとね、誘惑とこの石と、例えば、当てないよりとかあったりすると、全員確定 TA とかにできたりするんで、特にそのターン数が限られた戦いとかでは、この石っていうのは特に追撃と連撃の補助ができるって面で優秀ですね。やっぱさっきあと言ったように、ヤチマで巻き込む石とかで、この石をよく使ったりはしますね。まあちょっとあれですね、その一ターンの追撃ってとこなんで、水にケルベルスとかとは使い分けになりそうですね、この辺は。そうね、だからその TA を担保できて、複数ターン戦うっていうならケルベロスの方に軍配が上がりますね。ただ一ターン締めとか、そこら辺になってくると、石飛ばの方が助かる時っていうのは結構ありますね。あとは他に2つぐらい挙げたいんですけど、水べりなんですけど、まあ、他の属性だと肉狩りで絶妙に足んない時とかにカウンター目的とかで入れたりするっていうのがあるんですけど、まあ、特に非属性って肉狩りに関しては最強なんで、パーの3で済むんで、だから、そうなってくると、やっぱその肉狩りっていう面でも、その必要性は下がるし、プラス、その、継続的なバフを撒いたりとか追撃負けたりする石っていうのが、まあ、さっき言ったみたいに水着ケルベラスがあったりするんで、そうなってくると、多属性に比べて、その、水着ベリアルが必要になってくるっていうことは結
構低いのかなって思ってますね。非属性に関しては、非属性だけ見ると。あとは芝かな。芝は、まあ、これ、古戦場とかに関して言うならば、まあ、やっぱ、主導するなら片面バブみたいになることがあって、これはフレンドから借りるみたいなことが多いと思うんですよね。まあ、もしかしたら、その時代が進めばね、例えばこれ確定 TA にできるからしばしばとかになることもあるかもしれないけど、現状はね、フレンドから借りればいいっていうのがあるんですけど、ただ、そのフレンドから借りるためにフレンドのためのこの芝を持っとかなきゃいけないみたいな状況になるから、この石もね、そう、お友達料金として、そう、やっぱそのフレ芝借りるには、その4突フレ芝借りるには、自分も4突芝を持っていなきゃいけないっていうジレンマがあるっていうのがあるから、まあそこら辺はね、ちょっとね、難しいですね。そこは、いやー、むずいですね。まあ、突優先度とかとまたちょっと別の問題ですね、これは。まあちょっとなんか、水着ベリアルとかも含めになんですけど、まあなんか、突る突らないは人によりそうな気はするんですが、まあ一旦なんか他にも優先するべき石が、なんか非属性が結構いっぱいあるんで、混合賞そんなに無限に持ってる人少ないと思うから、もうまだ本当に財布と相談、混合賞と相談って感じですね。そうっすね、そうっすね。はい。では、いかがでしたでしょうか。まあ、今回はね、非属性古戦場前の対談1回目ということだったんですが、まあ、なんかね、実際の編成例とか、その武器の優先とかも聞けて、結構なんかみんなの対談になったんではないかなというふうに思います。はい。では、改めてですが、うたたねひすさん、今回来ていただいて本当にありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい。でもなんかせっかくね、来ていただいたので、まあ、前回も同じような感じだったと思うんですが、羊さんの方から何か告知とかね、なんか宣伝のところとかあったら、ぜひちょっと言ってもらって大丈夫なんで、よろしくお願いします。まあ、動画とかもちまちまっと出してますし、あと、やっぱ配信も結構メインでやってるんで、まあ、そうですね、天元の、最近だと天元の参加型とか、あと、クリア目的とか、練習枠とかを、この交互にとって配信したりとか、あとはそうですね、最近だと無限のこの放置狩り、視聴者参加型の無限の放置狩りとかもやったりしてるんで、まあ非属性古戦場に向けてね、武器を強化したいとか編成強化したい人はぜひ遊びに来てください。はい。ありがとうございます。まあ、羊さんと去年の古戦場の前の対談で絡ませてもらって、まあ、そこからちょいちょい羊さんのチャンネルとかにも遊びに行ってたりもするんですけど、やっぱね、高難度をね、レベル感とかスピード感で、配信しながら継続的にやってるのマジですごいですわ、本当に。いや、でも確かにそこはね、俺もね、あんだけボケながら突っ込みながらコメント読みながらね、で、まあそこそこ稼ぎつつみたいな感じでやってるの多分なかなかいないんじゃないかなと、配信者界隈でもなかなかいないんじゃないかなと思うからね。いやー、でも俺なんか同じように天元の時とやってたんですけど、いい感じに喋ろうとするとすぐミスるし。そう。で、なんかちゃんとやろうとするとなんか動きもゆっくりで、なんだろう、やってることをただただ淡々と述べるだけみたいな、これはみたいな。毎回羊さんのことがね、頭をよぎってました、本当に。そう、あれね、慣れだと思うから、いや、これ毎週やってんのやべえだろうっていうふうに思いながらね。まあ、最高難度はね、特に、つって感じで。でも、まあ、そこがまあ持ち味だと思うから、まあ、頑張ろうかな、これからもって感じです。はい。まあ、ということでね、まあ結構ね、高難度のところは、羊さんのチャンネルは、ライブ配信でやってるのがかなり熱いんで、まあぜひね、まだとっつきやすくてよくわからんとか、まあ特に天元とかそうだと思うんですけど、練習枠とか、無限の放置狩りとかもやってるみたいなんでね、まあぜひこの機会にね、概要欄にリンクあるので、ぜひ遊びに行って、羊さんのところにも、チャンネル登録してもらえると嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。はい。ではですね、前回の、今までの対談と同じように、第2回目対談とかもやろうと思ってるんですが、まあ前回の水子戦場の時みたいに、ある程度環境が動き終わって、想定の編成とかが組めるようになってからやろうと思うんで、あれですね、まず直近では一番の山場は、まあ俺たちはやっぱクリスマスですね。そうね、本当に。本当に。まあということで、まあ次の対談は、まあちょっと環境が動いたワールドのところとか、あと、クリスマスの新キャラとかっていうのが見えた後にやろうと思うんでね、ぜひね、その続きの対談が楽しみっていう風な方は、ぜひ私、クワトロのチャンネルもチャンネル登録していただいて、続きの対談動画をお楽しみにお待ちください。ということでね、ちょっと今回も長丁場となりましたが、うたたねすさん、ありがとうございました。はい。はい、こちらこそ、ありがとうございます。はい。では、本日の動画がもし楽しいとか、面白いとかっていう風に思った人は、ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。